はい、というわけで今から単身カナダに行ってまいります。 ETA って知ってますか皆さん。アメリカだと ESTA なんですけど、カナダ ETA っていうのがあって、それを取得してないといけないんですけど、僕取得してなくて、ギリでやったらギリでできたっていう、やってもらったらギリでできたっていう、海外にお詳しい方にちょっとやってもらって、こんなんで大丈夫ですかね。とりあえずまた着いたら、動画撮ります。早速行ってきます。直通便で12時間です。はい、無事にカナダに着きまして、今 Wi-Fi もセットして、なんかいろいろチェックし、今から、なんだあれ、入国に行き、ホテルに無事に行けるのかわかりません。ウーバーは使えるかな。とりあえず着きました、カナダ。はい、意外と早かったです。改めまして着いたー、トロント。そう、ここの空港はこちら、トロント。はい、というわけで改めまして着きました、マックスギです。今ね、日本を昼過ぎぐらいに出て夕方ぐらいかなで、同じぐらいの時間なんですよ。今1日得しました、半日でも。帰ったら1日損するんですけど、プラマイゼロと、何を言ってるんですかね。テンション上がっております。で、まず一つ思ったのが、一人でも頑張れば来れるのかなっていう、人の助けがもちろんあったですけど、正直ちょっと初歩的な感覚ですけど、てかセブンあるし、今からお金をちょっと、ドルになるのかな、こっちは変えて、今回なんですけれども、旅の目的としましては、正直ガチな話すると、フードファイターとしての目標みたいなものを最近忘れかけてたんで、ツイートもしたんですけれど、来るとき、あと YouTube のコミュニティに発言もしたんですけれど、ちょっともう一回改めて、ちょっとある人の侍のスタッフさんのおかげでね、ちょっと自分の初心に帰れることができて、忘れてたものを、いろいろ悩みとかもあったんですよ。動画の伸び悪いなとか、なんかやっててもあんま面白くないなとか、そういうのをちょっと思い出す旅でもあるんですね。大会でもあるんですけれど、正直言うと僕の中では結構でかいです、その思い出す旅。そういう意味でもちょっと大会楽しみつつも、なんかいろんな感覚取り戻したいなと思っております。とりあえずそんな気持ちでいっぱいです。今からお金を、チェンジしてウーバーをさっきなんか見たらできたんで、ウーバーでホテルに行きたいと思います。その後また動画撮りたいと思います。いきます。はい、どうもマックスギです。本日はここカナダから、ここって言っても分かりづらいですかね、カナダなんですよ。で、僕今泊まってるホテルがあるんですけれど、ホテルっていうかなんかね、貸しアパートみたいなすげえ広いのあるんですけど、そこの近所にピザ屋さんいっぱいあって、多分この辺はピザの街なんだなと思ったので、せっかくなんでちょっとパンチだけのやつを3つ、買ってきました。これね、ピザってお店なんですけど、エクストララージのトロピカルハワイアンで、これがエクストララージのガーデンベジで、これがエクストララージのカナディアンってやつですね。全部でね、込み込みで71ドル27セントかなって感じでした。それでは早速いただきます。はい、まずはこっから行きたかったトロピカル、こんな感じ。うまっ、甘い。これなんか甘い。パイナップル甘いのかな。ほんとアメリカ寄りのピザ生地で、うまっ。
なんかマウンテンぐらい。あとスーパーでね、マカロニチーズも買ったんですよ。よいしょ。うめっ、甘っ。こいつはバリうまいっすよ。でこれがこの感じ。がっつりライトな野菜。だいたい1枚は20ドルぐらいですね。ガーデンベジ。これ相当うまいな。うん。でこれがカナディアン。カナディアンはね、結構肉ってる。さっきカナダ着いたばっかなんですけど、寒いかなと思ったら意外にそこまで寒くなかったですね。でね、明日僕大会なんですよ。プーティーンっていうフレンチフライの上にグレービーソースとチーズかかったみたいな、こっちでは有名な食べ物らしいんですけど、これが一番ジャンクなんですよ。例えば行きの飛行機の中でビーフはチキンって言われたんですよ。思いっきりビーフって言ったんです。それ以前にこうご飯がこう来るじゃないですか。僕エアカナダだったっけかなって言ったんですよ、航空会社で。カゴが来るじゃないですか。で大体バンだなと思ったら前でいなくなったんですよ、バーって。なんか多分なんですけど、窓側だったの僕で、3つ席あって、でここ通路でまた3つ、あっちは2つみたいな感じ、332のところで窓際僕のこういう感じ、チンチンチョンっていて、ここ通路ね。ここの人がお弁当食べてたんですよ。それでひょっとしたら、ここも来てるのねって思ったのがファーっていなくなっちゃって、でしばらくなんか放置プレイ続いて、男性女性僕なんですけど、なんか
男性はまあ食事自分のでしてるからいいじゃないですか。女性もなんかみたいな感じなんですよ。で俺もなんかわかんないけど、なんか持ってきてくれんのかなって普通思うじゃないですか。でも全然来なくて、したらなんか途中なんか女性の人がパッて気づいて、あ、ここあれだよあれみたいになって、じゃあ私聞くからみたいな言ってたのかな。ビーフはチキンって言われて、ビーフって言ったんですよ。でチキンだったのかな。3人ともチキン行きました。俺のビーフはどこ行ったんですか本当にもう。まあでも美味しかったんですけど、以上です一応プーティーンの動画はマッコとか上げてたんで見て、食べ方はなんとなくこういう感じで進めていくんだなっていうのは把握したんですけど、どうなるんですかね。プーティーンだけの動画も撮りたいなと思ってるんですよ、そのファイト以外の。多分イメージ的にはネイサンズのカナダ版って感じなんだろうな。こっちは有名な食べ物らしいんで、やっぱネイサンズはポトフじゃないですか、アメリカ。これ早く食べちゃうとどんどん冷めてきちゃった。あと行きの飛行機でやたら背中がマッサージチェアみたいな感じでゴリゴリ押されるんですよ。これなんだろうなってずっと思ってて、最終的に気づいたのは、僕入国の時に書く紙あるじゃないですか。あれを寝てて取るのはもらい忘れてて、最後に出る時に聞こうと思ってたんですよ。なんかガチャガチャしてるから。っていうかそう、呼び出しボタン押しても全然来てくれなかったね、最後まで。まあいっか。で、そしたら後ろの人もなぜか最後までいたんですよ。だからいるんだと思って、で僕立ち上がってガサガサで荷物やって行こうかなと思ってファッてなんか何気なく見ちゃったんですよね。そしたら女性の方がちょっとお年めした方なんですけども、足を組んで寝てたんですよ。酔っ払って多分顔赤かったんで。でここやってたから多分あれ女性の膝だったんですね。椅子がね結構薄くて、はいはい。あと思ったのは、まだ始まったばっかりですよ。だけど多分だけど Wi-Fi があればなんとかなる。移動は Uber あるとこなら Uber 使えばいいし、カードがあればカードで支払いパパパってできるし、あんまりねいらないし会話も。コミュニケーション楽しいと思うんですけれど、でもそうでもいけるよっていう感じね。肩が分かんないけど、これ四十肩だな。何言ってんのお前って思われるかもしれないですけど、皆様エスターあるからって ETA 通じるって思わない方がいいですね。なんでかとか、僕は入国に必要なやつあるエスタみたいなアメリカのカナダ版があって、それを取ってなくて、で受付の人にこうなっちゃうんですけどって言ったら、で急に受付の人が焦り出して羽田で、これもしかしたら飛ばない今日これでは間に合わないかもしれないですけども、
申請を出してから72時間以内にメールが届くんで、それで OK ですみたいな。即帰ってきたんでよかったですけど、本当に皆様、この幼稚園レベルのこと言うのはあれなんですけど、聞かせてください。本当にマジで一瞬終わったと思いました。カナダ下調べしなすぎた。うまいね。ちょっとおうち系大食い YouTuber っぽくないですか今回。照明とかちゃんとやられてるって言っちゃ失礼なんですけど、失礼っていうかあれなんですけど、クオリティ何もかも違うと思うんですけれど、どうすか鈴木のこれどうすか。時間が許せばこうやって海外どんどん行きたいっすよね、大会に。なんかラスベガスとかニューヨークとかのフライト時間とか旅の長さに慣れすぎて、もう12時間の直通便とかもう楽だって思いますもんね。早っ。
冒頭でも触れたんですけど動画のことに関してちょっと暗中模索しまくってるみたいな状態だったんですね。ついほんと最近まで。で、自分を見つめ直すというか、忘れてたものをこう思い出しに行くというか、取り戻すというか、そういう意味合いが今回の旅すごい強くて、なんかいつの日からか動画を上げるために全然伸びが悪くなって、でなんか負のスパイラルってやっぱあるんですよ。で、僕的悩んだ挙句に向かってた先が自分らしくないところというかってところに気づかせてもらったのがサードチャンネルのサムライティングっていうチャンネルのスタッフさんなんですね。なんかね、すごくしんどかったてかね、みんな絶対あると思うんですよ。言わないは別として。今回は結構ヘビーでしたね。初めてかな、ちゃんとやり始めてからこうなったのは。なんかドスーンって感じだった。今回あれなんですけど、僕的な答えは動画で示そうと思うので、ちょっと撮影してる上下の関係で多少ずれることはあると思うんですけれども、基本もう落ち着いたら多分そういう感じになるんじゃないかなと思うので、お楽しみにしていただければなと思っております。一人で抱えるのはね、大切な時もあるけれど、やっぱよろしくない。だってすごい思ったもんね。なんか本当にもうきついなみたいな、なんか光が見えないというか。なんか前向きになれないんですよね、本人だけ。それでね、今回すごい感じたのが視聴者さんとの関係値、大切さ。と思いました。でも陥りがちなんですよね、やっぱり。でも誰しもあると思うな。
いいことを思いついてしまった。ここから先は僕のライブを、僕今からライブやります。日本は朝なのにすいません。なのでここから先は僕のライブをご覧いただければなと思いますので、よろしくお願いします。本当にごめんなさい。ちょっとライブがやりたくなっちゃいました。以上、とりあえずここまでのマックスゲシャごちそうさまでした。失礼いたします。すぐライブ始めるんで、多分この状態で残ってると思います。じゃあね。これ忘れてた。うまい。ライブも絶対見てね。